まっ。それどうも。ということで今回はマクドナルドのソーセージエッグマフィンを作っていきます。完全再現とはいかないと思うのでソーセージエッグマフィン風といったところですかね。まず最初に取り掛かるのがバンズ作り。強力粉、塩、きび糖、あとはドライイースト、これらを先に混ぜ合わせておきます。念のためこしておいた方がムラがないと思いますね。そしてすり混ぜたところに水と牛乳を合わせたものを加えてさらに混ぜていきます。今回のイングリッシュマフィンはそんなに水分が多いレシピではないんですけども、よく考えたらマックのイングリッシュマフィンがふわっとした柔らかい食感だったんで、もう少し足してもよかったのかななんてちょっとね思ったりもしました。でもこの分量で全然問題はないのでこのまま進めていきます。水分とある程度合わさったらボウルから取り出してしっかりとこねて全体をよくなじませていきます。ある程度馴染んだのを確認できたらこのような感じで少し引っ張ってもいいですね。生地の強度を確認して、そしたらバターカットしておいたものを混ぜ合わせていきます。そして混ぜてると最初は油脂がね外に出てくるというか、まだしっかり馴染んでなくてベタつきやすいんですけども、気にせず合わせていくといい感じにね、全体がまとまってくるんで、そんなにねそこで慌てふためかなくて大丈夫です。それで結構こねた方がいいですね。時間ではないんですけども、一応15分ぐらいは最低でも。それで生地がねしっかりと伸びるのを確認したら一次発酵に入ります。それでこれイングリッシュマフィンだったりその他のパンもそうなんですけど、結構よくあるのが一次発酵で膨らまないみたいな。でその原因って大体粉が足りないとか、あとはたまにあるのがドライイーストがそもそも古い、結構前に買ったやつとかだと、発酵はしづらいですね。っていうかしないですね。なので、基本的にドライイーストっていうのは非常に少量のものを、買って早い段階で使い切ったり、あとはしっかりと保存しておくことが大事です。アルミホイルを使ってマフィンを焼くための丸いセルクルリングも作っておきます。それで一次発酵をだいたい40分から1時間、これは場合によるのでそれぐらいの時間発酵させたらだいたい2倍ぐらいには膨らんでるので、指で生地を押して反発してこないぐらいが合図だと思いますね。そしたらボウルから取り出して空気を抜いて分割していきます。この分量でだいたい今回4分割ぐらいしましたね。だいたいこういった発酵の温度っていうのは28度から40度の間ぐらいが一番いいんですけども、一次発酵だと30度前後ですかね。で二次発酵は少し温度上げた方が良くて、とはいってもそんな簡単に温度の調整ってできないと思うんで、僕はオーブンレンジとかを予熱した上で二次発酵させたりしますね。そうすると室温よりちょっと高めになるので。一次発酵させるときは特に冬場っていうのはちょっと温度を気をつけた方がいいですね。低すぎて膨らまないみたいなことはやっぱ起こっちゃうと思うんで。4分割させた生地は丸めて、その後平らにして、あとはコーンミルの上にダイブさせれば OK です。
そして二次発酵3、40分ぐらいこの状態にした後にオーブンで火を入れていきます。上に重しとかを乗せれたら乗せた方が焼いた時に膨らみすぎないで綺麗に仕上がります。そして焼き上がったイングリッシュマフィンがこちら。アルミホイルでセルグルリングを代用したものを作りましたが、割と結構綺麗な丸い形に仕上がると思いますね。そしてここからはソーセージエッグマフィンのパテ作り。やっぱりUSA をイメージして牛肉 100% の方がいいかなと思ったんですけど、ちょっと手に入りやすい合いびきで代用しました。それで本物のパテは結構シンプルな味わいだと思ったんですよね。多分パン粉と牛乳もしかしたら入れてないのかなと思って、コーンスターチとかそういったつなぎを使ってる可能性もあると思うんですけど、別にこれコーンスターチが家にいないからパン粉と牛乳にしてしまおうっていう思ったわけではないんですよね。肉の脂が溶け出さない程度にさっとこねたらしっかりと空気を抜いて、この分量でいうと大体そうですね 3、4 個ぐらいは作れますね。あんまり厚みがあってしまうとマフィンと重ねた時により高さが出てしまうんで、比較的ね薄くしておく方がいいと思います。そしてこれはねちょっと完全オリジナルなんですけども、ソースを作ります。2個目だったんで味に変化をつけたかったっていうのがあるのと、あとはケーキをねこの前作った時にマスカルポーネがね余っちゃってて使いたいなって思ったんですよね。それでちょっと急遽作りました。このねソースが思いのほか美味しくて、アメリカンテイストな感じが満載で、茹で野菜とかにつけてもめちゃくちゃうまいんじゃないかなっていう仕上がりになりました。満足してます。そしてフライパンを用意して中火にしたところに先ほど休ませておいたパテを加えます。そしてバターも加えてねバターの風味を肉につけていこうと思います。あんまり火が強すぎると焼き縮みがねすごくなっちゃうんで中火ですね、もしくは弱火よりの中火で両面をさっと色づけていくような感じです。ちょっとねタイムやローズマリーも余ってたんでここで使っちゃいます。そしたらこのねバターの風味とローズマリーとタイムの爽やかな香りが肉に移ってさらにね美味しくなっちゃいますね、多分。そしてこのフライパンにはねバターと肉のエキス、美味しい成分がいっぱいあるんでパンに少し吸わせます。本当にさっとで大丈夫ですね。はい、この作業が終わったら余計な油は捨てて、ちょっと焼いた汚れとかがついてる場合は紙で拭き取ります。そのままもうあったかい状態が続いてるのでフライパンがバターを加えて、この後は卵を火を入れていきます。中火で卵白がねふつふつしてきた時ぐらいに水を少し加えて、そのまま蓋をして30秒ぐらいですね。蓋はアルミとかで大丈夫です。そうするとこのように完璧な半熟が仕上がるんじゃないでしょうかね。そしたら焼いておいたイングリッシュマフィンに先ほどのソースを塗って、あとはチーズですね。これ欠かせないですよね。少しバーナーで炙ってとろみを出しておきます。とろみ？とろっとさせておきます。あとは順番通りに重ねていくだけです。
いやー、いい線いってんじゃないですかね。めちゃくちゃうまい。やっぱなんか自分で作ったイングリッシュマフィンだから、なおのことかもしれない。パテもシンプルな味付けで、いいっすね、これは。マフィンにすごいよく合う。卵とも。うまい。マジでうまい。なんかすごいいきなり思いつきで作ったマヨネーズベースのソースも全然邪魔してない。パプリカの風味がいい感じのアクセントになってる。うますぎだろこれ。というわけで自家製ソーセージエッグマフィンでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。